どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、水草は好きですか？自分は最近狂ったようにハマってて、生態と同じくらい知らない品種が出てくると速攻で買ってしまいます。とは言っても、水草は生態の比じゃないくらいの種類が流通しているので、すべての水草を網羅するのは現実的には難しいです。それこそチャームのような大型ファームがない限り無理ですね。日本という小さい国では必ず水草を育成するための土地問題が発生します。特に水中用で管理する場合は水槽を用意して水を張らないといけないので、必然的に設置場所は限られてきます。なので基本的に水草を集めたい場合は CO2 添加も必要なく、水草自体も水中用より丈夫になる水上管理が楽なわけです。しかしそんな水上管理ですら場所が取れない人間がこの世にはいます。それが自分なんですが、自分の場合は年中水草を維持したいと思っているので、屋外ではなく室内管理をしてるんですよね。結構前に動画に出したんですが、アクアリウム部屋の一角を使って水上栽培ファームを作ってるぐらいです。それも結構無理やり土地を確保したので、収納スペースへのアクセスが劣悪になり、毎回必要なものを引っ張り出すのに苦労してます。それでも作ってよかったと思っているのは、自分の水草をコレクションしたいという欲求を満たしてくれるからです。しかし日が経つにつれてどんどんと水草が増えていき、とうとう最初に作った水上栽培ファームでは収まりきらなくなってしまいました。水上栽培管理に関しては正直購入から植栽までの絵面が全く変わらないので、ほぼ動画にしてないんですけど、裏で大量に買ってるんですよね。というわけで今回はそんなパンパンになってしまった水上栽培ファームを増設していきたいと思います。果たしてどこに置くのか。それでは早速やっていくんですが、今回増設するために使用するのは全国展開のアクアリウム店といっても過言ではない100円ショップダイソーです。そこでこのジョイントラックを購入してきました。ダイソーのジョイントラックはこのようにいろんな大きさのものが売ってるのが素晴らしいですね。正直一個一個のパーツを買うと100均とは思えないような額になるんで、コスパがどうかは分かりませんが、自分の好きなサイズの棚を作るにはもってこいです。というわけで棚を8個買い、必要な長さになるように組み合わせることが可能なポールも購入しました。実はこのポールの長さやジョイントラック間の高さなどを考えるのが結構手間で、この組み合わせを決めるまでだいぶ時間がかかってます。実際に作ってみないとよくわからないのと、ジョイントラック間の高さはポールの固定部分が設置できる溝によっても変わってくるので、計算通りにはいきません。一応設置する場所の高さや幅は入念に測定したので大丈夫だとは思うんですが、ぶっつけ本番感が半端ないですね。皆さんは自分のようにこんな大量に買う前に一度必要最低限の部品を買って本当に思い通りになるのか調べてから購入しましょう。今回のラックは軽量ということもあって移動できるようにしたいので、一番下にはキャスターを取り付けます。ちなみにこのジョイントラック製水上栽培ファームを設置するのは90センチ水槽の下です。ここが空いてるというか、空いてはないんですけど、なんとかギリギリ設置できるんじゃないかと思ってます。若干90センチ水槽に対するメンテナンス性は落ちますが、できるだけ邪魔にならないように奥行きが短いものを選びました。だから横に広くするために横45センチ、奥行き20センチの棚を買ったわけですね。ただこの奥行きも大事で、中途半端に小さいと効率的に栽培容器を置けないので、20センチという絶妙な広さにしてます。というわけで水上栽培ファームを構成する部品をすべて取り出したので、肝心の水草を入れる容器も買ってきました。それがこちらのダイソーガラスポット。自分の動画を見てくれている方にはもうおなじみだとは思いますが、ADA で購入すると2、3000円くらいするガラスポットがダイソーではなんと10分の1の200円で買えちゃうんです。
ADA のものはガラス蓋の長さが若干長かったり、品質に関してもだいぶ違いはあると思うんですが、穴が開いているもの以外は機能性で言えばほぼ変わりありません。ADA のロゴが書いていなかったらダイソーのものと区別がつかないくらいには同じです。ただ最近はこのガラスポットの遭遇報告も少なくなってきたので、そろそろなくなるんじゃないかと危惧しています。そうなる前に自分はめちゃくちゃ大量に購入してるわけですが、ここら辺は田舎の特権ですね。さすがに買い占めると申し訳ないので、複数店舗を渡り歩いてかき集めてきました。ちなみに現在映っている100均商品すべてを合計すると、なんと8000円オーバーです。100均とは思えない額ですが仕方ないですね。というわけでガラスポットはまだ足りませんが、おおむね材料が揃ったので組み立てていきます。まずはポールを組み立てていきます。ダイソーのポール、実はいろんな種類があり、長さが違うものや他のポールに取り付けられる延長タイプなど様々です。組み合わせ次第で結構幅広い高さに変更することが可能なのでおすすめ。基本的に縦に収納スペースを拡張するのが小スペース化の鍵となってくるので、こういった奥行きが細くて高さを際限なく出せる製品は重宝しますね。そんなこんな言いつつキャスターを取り付けていきます。動かせるって結構大事ですからね。あまりにも重いものを置く場合は耐久性的にも床のダメージ的にもよろしくないですが、今回の用途では特に問題ありません。キャスターを取り付けたら固定部品をつけて棚を取り付けます。この時100均特有の精度の甘さがもろに出るんで、個体によっては取り付けに苦労するかもしれません。自分の場合も若干歪んでるんですよね。まあ水槽を置くわけでもないので、そこら辺は目をつむります。そんな感じで均等な高さになるように取り付けていき、棚を完成させます。あとは同じ作業の繰り返しなのでカットして完成した状態をお見せします。それがこちら。なかなかのジャストフィット感ですね。幅を無駄なく使って設置することができました。左側には水槽台があるためギリギリに置くと大変なことになるので、ある程度場所が必要ですし、右側には収納スペースを設けているので、こちらも若干ゆとりがあった方がいいので、この幅が限界です。そしてこの棚の奥行きと幅にしたのにも理由があり、このように横幅はガラスポットが2個入る構成になっており、奥行きはギリギリ2個設置できるようになってるんです。なので棚が4個のジョイントラックが2個 ×8 イコール64個のガラスポットが置けるようになりました。ただ奥行きは攻めすぎており、このように高さ違いのものでないとガラス蓋が干渉しておけないので注意。というわけで64個もガラスポットが必要ということでまた買ってきました。今回はいろいろ買ってます。滑り止めシートは以前の30センチキューブ気孔石レイアウト水槽や溶岩石水槽で有用だったので買いました。あとはいつものガラスポット。前回よりも大量に購入してます。めちゃくちゃ集めるのに時間かかりましたね。そしてさすがに全てをガラスポットで賄うのは現実的ではないので、今回はこちらの透明収納ケースも活用していきます。これブセ好きの方たちが干渉性を損なわずに水蒸用を管理するのに使われていて、ずっと気になってたんですよね。ガラスポットではどうしても一個一個の管理が大変になるので、こういうケースに一括してポットを入れていくことで管理も楽になるのではないでしょうか。一応いろいろ計算して購入してきたので2個買いました。というわけで購入した商品を実際に並べていきましょう。ガラスポットに関しては先ほど同様、ガラス蓋が干渉しないように手前は背が低いもの、奥に高いものを設置します。こうすることで見やすくなるのも利点ですね。衣装ケースに関しても計算済みでバッチリぴったりの奥行きです。そして隣に空いている部分には2個のガラスポットが置けるので無駄なく設置ができます。本当は90センチ幅の棚があれば衣装ケース3個くらい置けたんですが、こればっかりは仕方ないです。こんな感じで土地をギリギリまで攻めた水上栽培ファームが完成。
上には一応流木を置いているんですが、今後改善予定です。ただ、これで完成ではありません。水草を育成するためには欠かせないものがまだないんです。それはライト。ここまで完成させるまでも大変時間をかけたんですが、このライト選びも至難を極めました。このラックに取り付けられつつ、電源は1個のコンセントで賄いたいというもろもろの要望に応えられるライトが必要だったんです。というわけで長い時間をかけて吟味し購入してきたのがこちらのライト。USB LED ライトバー。価格は999円。こちらはいろんな隙間に取り付けることができるバーライトです。正直 LED テープとか水草育成用ライトとか投光器とかいろいろ考えたんですが、発熱しづらく見た目も悪くないのはこれしかなかったんですよね。もっとベストな選択はあると思うんですが、とりあえずはこれにしました。ちなみに色は中光色でワット数は 5W、長さは32センチです。ガチ勢になってくると水草に必要な赤と青の光が混ざった紫色のライトを使うと思うんですけど、自分の場合はちょっと怪しい雰囲気になると動画的にも危ない気がするので中光色。最初は45センチじゃないとダメだと思ってたんですが、正直そこまできっちりしなくてもいいだろうということで短め。今回はさすがに全部買う勇気はなく、1個だけ買って取り付けに問題がないことを確認してから6個買ってます。それでは取り付けていくんですが、このライトには取り付けられる磁石があり、付属している金属の丸いプレートに挟むことでくっつけることが可能です。幸いなことにこのラックは取り付けるための邪魔にはならなかったので、難なく取り付けができました。この作業をすべての棚に行って終了。こんな感じで6個のスペースすべてに取り付けることができました。ただこのままだと給電できないため、こちらを追加で購入。エレコムの6ボート USB-AC 充電器。価格は2500円。こちらは合計 60W まで出力可能の充電器です。充電器とは言っても USB タイプの商品であれば、今回のようなライトにも使用可能です。よくある USB タイプのコンセント取り付け機器と同じですね。大きさはこんな感じでなかなかにいかついです。まあ6ポートもあるから仕方ないですね。カラーは白と黒あったんですが、シルバーのジョイントラックに黒は逆に目立ちそうだったんで白をチョイス。これにライトをすべて取り付けることで1個のコンセントで済むという算段です。ちなみになんでコンセントをそんなにまとめたいのかというと、数をできるだけ少なくしたいというのもあるんですが、一番はスマートタップによるタイマーを一元管理したかったからです。スマートタップは余ってるくらいではあるんですが、いちいち一個一個つけたり消したりとか設定をするのはだるいので、一つのコンセントで全部点灯消灯したかったんですよね。最近は USB タイプのライトも多いので、こういう時に助かります。というわけで設置した状態がこちら。見てもらったらわかる通り、配線関係もめちゃくちゃこだわりました。キャスターで移動させることや見た目も考えて、できるだけ棚に這わせるような形でセットしてます。また2つの棚を同時に動かせるように棚同士もくっつけてます。AC 充電器に関しては下に置くと漏電が怖いので、邪魔にならない一番下の棚に結束バンドで固定しました。右側のコードは若干ごちゃついていますが、それ以外はスマートに取り付けられたのではないでしょうか。簡単そうに見えて結構時間かかりましたね。AC 充電器、コード、2つの棚すべてを固定しているので、AC 充電器のコードを取り外せば簡単にすべてを移動させることができます。正直動かすことはほとんどないと思うんですが、なかなか機能性高く取り付けられたのではないでしょうか。というわけでいかがだったでしょうか。だいぶ大掛かりな作業になってしまいましたが、満足のいくファームが完成してよかったです。ただ結構お金かかりましたね。その額、ガラスポットなどの容器も含めて合計 22,580 円。これでも最安を攻めたんですが、どうしても自分が思い描いているものを作ろうとするとそれなりにかかります。というか価格もそうなんですが、これを購入するまでにかかった時間が半端なかったです。
寝ても覚めてもちょうどよく設置するためにはどうするか考えて100均に赴いたり、Amazon で商品を調べてました。自分はセンスがよろしくないので、もっと安くかっこいいファームも作れると思うんですが、自分の中のベストはダスだと思います。水上栽培は簡単で面白いし、トリミングした水草をストックして次回から0円で水槽を立ち上げられるので、皆さんも自分の作成したファームを参考にして挑戦していただければ嬉しいです。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。